20世紀アーカイブ仙台の坂本と申します。今20世紀として我々がやってるのは、一つはシネマエール東北という、映画を被災地に届けようというプロジェクトの中で、宮城県地域を担当しておりまして、宮城県の被災地の方に映画を届けるということをやっております。その中で劇場版の映画を上映する形と、あとは今日のこの東松島でやってるような、懐かしの8ミリ映像、あとは古い道具、そういったものを持ってきながら、地域のお年寄りの人たちと昔を語る会というような形の、そんな活動をしております。これで大丈夫ですか？お邪魔しておりますアルフトの千田美沙と申します。よろしくお願いします。今日はですね、映像の方お二人ご教えていただきます。20世紀アーカイブ仙台の坂本さんと伊藤さんです。よろしくお願いします。それから皆さんの間にアルフトのメンバーが入ります。ちょっと手を挙げてください。後ろの方にいるので間に入ってもらっていいですかね。入らせてください。アルクトのメンバーが近くにいますので、ぜひ昔のことを教えていただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。それではこれから昔を語る会を始めていきたいと思うんですが、最初に映像を見てもらう前にですね、今日はこの、すずめのお宿からつづらをもらってきました。一番でっかいの持ってきました。一番でっかいのをもらってきちゃったので、お化けが入ってるかもしれませんが、ちょっとこれを見ていただきたいと思います。ですね、何が出てくるか。それではこれからいこうかな。これ何か分かる方？はい。墨付け、墨付け、墨つぼ、墨つぼ、墨つぼ。大工さん使うやつ。誰か大工さんやってた方いませんか？若い頃大工さんやってた方は。大工さんはいないかな。でもやっぱり見たことありますか？この墨つぼは。これ墨つぼですね。それではこれ昔使ってたことある人？使ってた。塩を入れて。仙台市内も若林区や宮城野区、その辺りも行ってますけども、石巻、気仙沼、多賀城、唐桑、今月は岩手県になりますけれども、陸前高田、そういったところに行く予定があります。この被災地でのということとは関係なく、昨年までも市民センターなんかを、会場に昔を語る会っていうのをやってたんですけども、それとそんなに大きく変わることはないといいますか、震災を受けた場所だから心がだいぶ沈んでるとか、そういった印象を受けることはないですね。やはり昔の映像を見て、自分たちがやってたことだったり、自分たちの若い頃のことというのはやはり喋りたい、聞いてもらいたいっていうのがすごくやってて感じますね。ですからもっともっといろんなところでやっていきたいと考えてます。次これ苗取りっていうのに出てますね。さっきのこの、腰に巻いてますね。なんかね。苗取りじゃない、芽取りだね。
苗取りじゃなくて根取りって呼んでたんですね。ちょっと見てみましょう。これさっきの田植えと違って随分ちっちゃい、まだ育ってないやつみたいですね。この根取り昔やってたっていう人いますか？根取り。あ、親が、ああ、そうですね。90歳。やっぱり機械でやったんじゃないから少しは曲がってるんですね。あ、袋に竹の筒を入れて、その竹の筒から稲穂を入れるんですか？あ、そうすると逃げられないから。あとはなんか一挙にいっぱい取れる方法、稲穂をいっぱい取れる方法、何か分かる方。まだ取れないって言ってました。やっぱり一匹ずつ取るんですか、これは。じゃあ大変なんですね、やっぱり稲穂取りっていうのも。これは小学生が一つ使ってたのかな。これからは避難所ということではなくて仮設住宅でということになってくると思うんですけども、そうした場合に今までの自分たちが住んでたところと、近所の人たちが、入れ替わるとか違う方々が集まってきてというコミュニティになっていると思われるので、その中でこの人たちはこの人はどういう人なのかっていうのが分かるような、きっかけになるような会のように、この昔を語る会を、使っていってもらえればいいなと思って、プログラムの中身もそんな風に考えております。一例を申しますと、参加者の中で他己紹介っていうようなことを、実施して、隣同士の方がそれぞれのことを簡単に紹介するっていうようなことを設けたりして、どんな地域でどのように、育ってきた方なのかっていうのを隣同士で発表し合いながらっていうようなことを通して、この方はどの地域でどんなふうに過ごしてきた人なんだなっていうのがなんとなく参加者の中同士で分かるような、そんな会を昔の映像だったり昔の道具だったりっていうのの力を借りながら、進めていきたいと考えています。これからの上映の活動としては今まではなかなか避難所になってて会場としては使えなかった小学校の体育館だったり、公民館、地域の市民センター、そういったところがこれから仮設に皆さん移ることによって、利用できるようになるので、そういったところで子ども向けの、漫画、映画、そういったものの上映も、特に津波の来た地域、気仙沼だったり唐桑だったり石巻だったり、そういったところでやっていきたいと考えております。何度かそういった、被災地の児童館の上映